こんにちは、ザワトレスです。本日紹介するフィギュアはこちら。2005年の1月発売ですね。メーカーはバンダイ。商品名がガンダムフィックスフィギュレーション、シャープ24、ゼータガンダムでございます。当時の定価はですね、4500円プラス消費税でございました。ガンダム関連のフィギュアレビューは、第6回のレビュー以来、2回目ですね。なんかね、最近、やたらと第6回の再生回数が伸びてきたんですよ。このあたりでね、ガンダムやっとかないとあかんなと思いましたので、今回はガンダム回です。フィックスフィギュレーションというシリーズについてもね、第6回の動画で説明しておりますので、今回は割愛させていただきます。まだ見てない方はね、概要欄にリンクを貼っておりますので、もしよろしければね、第6回の動画もご覧ください。それでは早速、箱を見ていきましょう。ガンダムフィックスフィギュレーション MSZ006 ゼータガンダムバンダイ2005メイドインチャイナシャープ24ゼータガンダムウェイブライダーへの変形が可能。ハイパーメガランチャーも付属しております。プロデュースバイ、カトキはじめさんデザインのゼータガンダムということですね。はい、こちらはね、いつものバンダイのロゴマークでございます。箱の横はね、このようになっております。こっち右側。左側ですね。箱の底面はこのようになっております。こっちにね、当時の定価である4500円って書いてありますね。はい、こちらね、箱の裏面でございます。ゼータガンダム超かっこいい。細いってのがいいよね。スタイル抜群ですよね。このようにね、ウェーブライダーにも変形します。すごいね。それでは早速開封していきたいと思います。はい、それではですね、ゼータガンダムについて少しだけ説明したいと思います。正式名称は機動戦士ゼータガンダムですね。日本サンライズのアニメでガンダムシリーズの第2作目でございます。リアルタイムではね、最初の作品である機動戦士ガンダムが1980年に放送終了して、その5年後の85年に放送されたんですよ。ですけど、ゼータガンダム自体は前作から7年後の世界を描いております。プラスチックケースは2枚に分かれておりました。はい、こちらですね。ゼータガンダムのマニュアルでございます。うわ、でかっ！でかいね。ゼータガンダムの取扱説明書。まずは組み立て方が載ってますね。そして次は武装、ディスプレイの仕方、ウェーブライダーへの変形の仕方。うわーめんどくさそう。裏は裏も続きが載ってますね。ウェーブライダーの変形の仕方が全部載ってますね。ここまで全てですね。ウェーブライダーのディスプレイの仕方も載ってますね。はい、以上ですね。マニュアルでございました。それではフィギュアをケースから全て出したいと思います。はい、パーツをね、全て取り出してみました。こちら、ゼータガンダムの本体ですね。全て組み立ててからね、後で拡大して見ていきたいと思います。それではね、付属パーツを紹介していきたいと思います。まずこちら、台座ですね。台座がついているのっていいですよね。こちらはですね、モビルスーツ形態で飾る場合のディスプレイアームでございます。そしてこの2つはですね、ウェーブライダーで飾る時のディスプレイアームたちでございますね。ビームサーベルが2本ついています。こちらですね、ハイパーメガランチャーでございます。こういう小さな字がプリントされてるのとても嬉しいですね。めっちゃかっこいい。超フィックスって感じ。ここね、開くんですよ。グリップカバーを開いたら、グリップが出てきますね。下もですね、こうやって、ここからグリップが出てくるということですね。両手で持って構えることができるようになっております。いいね。はい、こちらはですね、左手につけるシールドでございますね。で、今現在、手首のパーツですが、デフォルトではね、このように、握り拳のパーツがついております。替えパーツとしてですね、こちら、ライフルとかを持たせるための替えパーツがついてますね。両手ついてます。右手だけはですね、ハイパーメガランチャーを持たせるためのグリップパーツもついております。そしてこちら、フライングアーマーですね。背中につけるパーツでございます。そしてこちらは先ほどのフライングアーマーに取り付けるウイングパーツでございます。このようになっておりますね。字が書いてあるのはマジでかっこいいな。こちらは背中の真ん中に取り付けるテールスタビライザーでございます。稼働しますね、こうやって。こちらはフライングアーマーをボディに取り付けるためのフライングアーマー用ジョイントでございます。はい、こちらね、ビームライフルでございます。これね、マガジンがね、取れるんですよ、こうやって。ほら。すごいですね。で、これの替えもついてますね。こんな感じ。2つあります。そしてこのビームライフルなんですが、ウェーブライダーに変形した時につける場合は、ここをね、抜いて、
これの短いパーツがあるんですね。それがこれなんですけど、このようにね、短くさせることができます。あと、ついでですけど、グリップ側も稼働します。このようにね。こちらはですね、腕に取り付けるエネルギーパックでございます。はい、付属パーツの説明は以上でございます。それではね、ゼータガンダムを組んでいきたいと思います。ちょっとね、台座を片付けて、そして腕をね、整えます。そしてフライングアーマージョイントをつけるんですが、これね、本体に先につけるよりも、ウィングアーマーに先に取り付けた方が、取り付けやすかったんですよ。なので、ウィングアーマー側にね、先に取り付けております。ただ、フライングアーマー用のジョイント、間違えて反対につけてましたんで、やり直しておりますね。フライングアーマーにウィングパーツをつけて、ゼータガンダム本体に取り付けます。そしてシールドをね、左腕に取り付けます。背中の真ん中にテールスタビライザーを取り付けます。ビームサーベルを持たせる用の手の交換パーツを取り付けます。頭がね、吹っ飛んでしまいました。腕をつけて頭を整えまして、これでね、形を整えて完成でございますね。はい、ゼータガンダムがね、出来上がりました。ゼータガンダムのパイロット、上湯美談の声優さんは、飛田信夫さんという方ですね。2022年1月現在、62歳だそうです。この方の他の作品での有名どころはですね、例えばキャプテン翼の若島津健くんですね。三角飛びの若島津くんですよ。あとはね、ちびまる子ちゃんの丸尾末男くんですね。ズバリそうでしょうって言ってるの、上湯ですよ。その他には、ジョジョの奇妙な冒険のストレイツ王とか、そしてね、セイントセイヤでは、冥王ハーデス12級編でムーの師匠、シオンの声がね、この飛田信夫さんでございます。うろたえるな小僧どもは名台詞ですよね。シオンに言われるならいいけど、丸尾くんにうろたえるな小僧どもって言われたらへこみます。はい、こちらですね。ゼータガンダム、顔のアップでございます。シュッと引き締まってかっこいいですね。はい、それではですね、ゼータガンダム、大きさ比較をしていきたいと思います。では、いつもフィギュアレビューしている SIC をね、横に置いてみたいと思います。こんな感じですね。随分大きさ違いますよね。フィックスってね、ちっちゃいんですよ。はい、次はね、セイントクロスマイスですね。こんな感じです。左は前回のフィギュアレビューで出てきた SIC の仮面ライダー V3 ですね。右側の氷河はね、まだレビューしたことないですね。いつか時間がある時にやりたいと思います。SIC とセイントセイヤはね、大体同じ大きさなんですけど、フィックスはね、一回りというか、プラモデルで言うと144分の1ぐらいのスケールなんでね、他のフィギュアに比べると小さく感じるかもしれませんね。ちなみにですね、こちら、前にどこかで見たことのある竹内力さんの生首のフィギュアですね。こんな感じになっております。以上、フィックスフィギュレーションの大きさ比較でございました。はい、それではですね、ウェブライダーへの変形をやっていきたいと思います。ウェイブライダーへの可変ですが、ものすごく時間がかかりました。この変形動画、実は何度も撮り直ししておりまして、今見ている動画は実はね、4回目なんですよ。非常にもたもたしていて、イライラする動画がね、何度も続いたんで、やり直したんですよ。それにもかかわらず、この動画もね、ところどころ、カメラアングルが悪くて、大変申し訳ございません。SIC 仮面ライダーとか、セイントクロスマイスの動画の時は、だいたい1回でね、装着やら感想やらの動画は撮り終わってるんですけども、たまにね、難しい装着だったりする場合は、撮り直しをしたりすることがあるんですよ。ですが、同じフィギュアをね、4回も撮り直ししたのは、このフィギュアが初めてですね。まさか変形の練習が必要なフィギュアがあったとはね、フィックスフィギュレーション恐るべしです。マニュアル通りに変形していくと、フィギュアの個体差なんですかね、うまくパーツが噛み合わないところが出てきたり、先に取り付けておかないと後でものすごく苦労する部分があったりしたので、マニュアル通りには組み立てておりません。例えば、手のパーツは変形用の替えパーツがあるんですけども、それを付けてからフライングアーマーに収めると、非常に収まりが悪くてね、軸がずれたりパーツが曲がったりしたんですよ。なので、変形用の手のパーツはね、使いませんでした。他には、腰のサイドアーマーのボールジョイントも、一度反対に付け直して装着させております。これもね、ウェーブライダーに変形させた時のパーツ同士の噛み合わせがかなり悪かったんで、逆にしたらどうなるかなと思ってやってみたら、そっちの方がしっくりきたんで、そうしました。その他には、ハイパーメガランチャーも本当はね、最後にシールドに取り付けるんですが、シールドを本体に取り付ける前に、先にランチャーを取り付けておかないと、ものすごく取り付けにくかったんで、先にシールドに取り付けております。3回もね、リハーサルみたいになってしまって、この変形だけで何時間もかかってしまいましたんで、カメラアングルが心残りですけど、4回目のこの動画で妥協させてください。大変申し訳ございませんでした。ロボットの可変形はね、しばらくやりたくありませんね。あと、全然関係ない話なんですけど、この変形動画を撮った後ね、爪を切りました。
はい、ウェーブライダーへの変形が完了いたしました。ものすごく大変だったな、これ。それではね、拡大して見ていきましょう。ゼータガンダムは2005年にリメイク版が劇場版として公開されました。機動戦士ゼータガンダム A New Translation という作品ですね。テレビシリーズの総集編として3部作に再構成されたものなんですが、当時の映像と最新映像が混ざってたんでね、めちゃくちゃ違和感がありましたけどね。あと結末もね、テレビシリーズとちょっと違ってました。ガンダム作品で年数が経ってからリメイク版が公開されたのは、今のところゼータガンダムが最初で最後じゃないですかね。劇場版の主題歌はね、ガクトさんが歌ってましたね。ガクトさんってめっちゃガンダムのファンらしいですよ。ウェーブライダーもめちゃくちゃかっこいいですね。実はですね、僕このフィギュア2体持っております。なので、ゼータガンダムもう1体用意しました。こちらでございます。こうやって2体並べて飾ると、なんか贅沢な気分です。それでは本日は、2005年の1月発売、ガンダムフィックスフィギュレーション、シャープ24、ゼータガンダムのフィギュアレビューでございました。久しぶりにガンダム系のフィギュアレビューをしたんですが、いかがだったでしょうか。いやー、しかしメカモノは大変ですね。まあこのフィギュアに限ってだと思いますけどね。今回のようにたまにはね、フィックスフィギュレーションのフィギュアレビューもやっていけたらいいかなと思います。そうしましたら、次いつになるかはわかりませんけど、次回のガンダムフィックスフィギュレーションのフィギュアレビューは、シャープ22ダブルゼータガンダムでございます。本日も最後まで動画を見ていただきまして、どうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。